は、さゆりです。今回は筋トレについて話します。皆さんは筋トレをしていますか？私は1ヶ月ぐらい前から週に2、3回筋トレをするようになりました。筋トレを始めるきっかけとなったのは、もうすぐ夏休みで海に行くので、できるだけかっこいい体になりたいなと思って始めました。私は普段から運動する習慣があります。でもそれはハイキングやサイクリング、ジョギングで主に有酸素運動です。カーディオですね。だからあまり筋トレをしたことがなかったんです。でも最近は YouTube を見ながら楽しく筋トレをしています。筋トレをしているとすごくいいメリットがたくさんあったので、今回はそれを皆さんに共有したいと思います。健康に興味がある方は特に役立つ単語が出てくるのでお楽しみいただけると思います。さて、まず筋トレとは何でしょうか？筋トレとは筋肉を増やしたり筋肉を強くしたりするトレーニングですね。筋トレの語源は筋肉トレーニングから来ています。筋肉はマッソのことです。まずはじめに私がしているタクトレと自重トレーニングを説明します。数年前まではジムに行けなかったので、自宅というのは自分の家のことですね。自宅でトレーニングする人が増えましたね。自宅でトレーニングすることをタクトレと言います。で、私は主にタクトレで自重トレーニングをしています。自重トレーニングとは自分の体重を使った筋トレです。自重トレーニングは特別な道具や機械を使わないトレーニングです。自分の体の重さを使うので気軽にできます。自重トレーニングの代表として言われるものは腕立て伏せ、プッシュアップのことです。腹筋運動、お腹の筋肉を鍛えるものです。背筋運動、背中の筋肉を鍛えるものです。腕立て伏せのことをカタカナでプッシュアップという人もいます。どんどんカタカナの言葉が使われるようになってきています。この自分で自宅で筋トレすることのメリットは、何といってもいつでも家で手軽にできること。ジムに行かないのでお金がかかりません。デメリットとしては、自重トレーニングだとダンベルやウエイトがないので、人によっては物足りない、もう少し筋肉に負担をかけたいという人がいると思います。専門的な知識や一般的には大きな鏡が家にないですね。自分のフォームが正しいかどうか分かりません。だから効率的な筋トレと言えるかどうか分かりません。そういったことがデメリットかなと思います。はい、このように1ヶ月ぐらい自分で筋トレをしてきました。体の変化は少しずつ感じています。一番は疲れにくくなりました。あと腹筋を頑張っているのでジーンズが緩くなりました。ジーンズにゆとりができました。また肩や腕のトレーニングをしているので少し姿勢が良くなった気がします。でもまだ1ヶ月ですからね、はい、少しだけどこのように効果が出ているし、このまま YouTube を見ながら筋トレを続けてもいいかなって思ったんですけど、やっぱり自分のフォームやどこの筋肉がどう強いか弱いかっていうのを知りたくなりましただからこの間初めて、ジムに行ってみました。ジムの1日体験をしてきました。1日体験なので会員にならなくてもいいです。で、行ってきました。そのジムの1日体験では自分の筋肉量や体脂肪っていうのはボディファットのことですね。で、
あと体重と身長から BMI を、判定してもらいました。その後そのデータに基づいてパーソナルトレーニングをしてもらいました。さっき言った筋肉量というのは自分の筋肉が何キロあるか、どのぐらい重いかっていうのを測ってもらいました。それだけじゃなくて右と左、腕と足、どこにどのぐらい筋肉がついているかも分かりました。骨の重さも分かりました。いろいろな数値を測ってもらいました。そのデータから分かったことは、私は普段から有酸素運動をしているので、有酸素運動っていうのは、カーディオのことですね。内臓脂肪、お腹についている脂肪かな。内臓脂肪はそんなに多くないです。標準です。で、先ほど言った通り、私はハイキングやサイクリングやジョギングをするので、主に下半身を使いますね。ローワーボディのことです。下半身を使うので、下半身の筋肉は結構ありました。でも上半身、アッパーボディが全然なくて、例えば腕とか肩とか、腹筋、コアの部分ですね、体幹と言います。体幹の筋肉が少ないということが分かりました。だからもしバランスよく筋肉をつけたいなら、上半身のトレーニングをたくさんした方がいいという結論になりました。確かに私はちゃんとしたフォーム、正しいフォームでプッシュアップを一回もできないです。恥ずかしいけど全然、力がないのでできません。本当に上半身の筋肉が少ないんですね。で、そのパーソナルトレーナーの方に上半身、肩、腕、背中を鍛えるマシンの使い方を教えてもらいました。正しいフォームで鏡を見ながら教えてくれました。はい、とても辛かったですね。今まで自重トレーニングでやってきたのとは全然違いました。特に背中のトレーニングは自分でトレーニングするのは厳しいのかなと思いました。それに背中の筋肉は上半身でも特に大きな筋肉なので、この背中を鍛えたいならやっぱりジムでマシンを使った方が効率的なのかなと思いました。はい、皆さんはどうですか？ジムに行ってマシンを使いますか？それとも自宅でタクトレして自重トレーニングをしてますか？いろんな組み合わせがありますね。例えばタクトレでもダンベルとか、なんかプルアップバー、懸垂バーみたいなのが家にある人もいますよね。筋トレエキスパートの人がいたらぜひ教えてください。はい、で今回ジムに行って1日の体験を、しました。で、正直な感想としてはまだ私には早いかなと思いました。今回1日体験でいろいろな体のデータを測定してもらってトレーニング方法を教えてもらったので、自分でもう少し頑張ろうかなと思いました。まだ特に上半身の筋肉が全然ないのでマシンを使うのはちょっとまだ早すぎる。だから自分でプッシュアップしたりして少し筋肉をつけたいと思います。で、それを続けて腕立て伏せが楽にできるようになったら、もし物足りなくなってきたらジムに通おうかなと思います。ジムに入会したらまたポッドキャストのエピソードで日本のジムについて、特に料金とか雰囲気とかマシンの種類とかも話すことができるかなと思います。はい、筋トレのことを自分がこんなに話すなんて思ってもいませんでした。だから、結構ハマってますね。結構これだけ長く筋トレについて話せるのは自分が夢中になっている証拠だと思います。このエピソードで出てきた単語は運動している人ならよく使う単語なので、ぜひ覚えてみてください。先ほども言ったようにこういう運動の言葉は
カタカナになっていることが多いです。ジムに置いてあるマシーンの名前も全てカタカナでした。カタカナが苦手な人にとっては大変でしょうね。頑張って覚えてください。今回出てきた単語やその筋トレについての、会話をしたい時、日本人の友達でもいいし、日本人のチューターの先生なのでもいいんですけど、その人たちと会話が盛り上がるような質問を私のウェブサイトに、書いておくので、よかったら見てみてください。無料で見れるようにしておきます。また有料会員の方、シルバーペンギン以上の方はトランスクリプトやビデオポッドキャストを見ることができるので、ぜひご入会をご検討いただけると嬉しいです。はい。では今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあまた次のエピソードで。バイバーイ。